まあ何回も話すけど、犬の話がありますからね。そうなんですよ。一番怖い階段持ってんですよ。階段怖くはないいや、一番だから神秘体験してるんですよ。まあね、確かに僕自身がしてますから。それでも信じないってことですか？いや、信じないんじゃなくて、クションさんは幽霊いると思うんですか？まあまあ、これどっちでもいいと思います。僕はちょっとまだパピちゃんがね、ほら、愛犬がね、まあまあ、その知らない方のためにかいつまんで説明しますと、昔飼ってた愛犬が、こう、苦しみ出して病院に僕が車で連れて行きました。で、次の日単独ライブやったんです。で、単独ライブがある。でも、練習せなあかんけど、そんなことがあったから、あんま練習してない。まあ、その単独ライブやったんですけど、病院に預けてた、その愛犬が、パピちゃんね。生きてるか死んでるか。何犬でしたっけ？パピヨンやからパピちゃんなんです。で、分からへんまま一応単独ライブやったんです。で、なんか、まあエンディングで死んでるって知らないから、まあこんなことが軽くありましたみたいな喋ってるんですけど、喋ってる時にはもうパピ死んでて、ビデオとかを売ってたんですよ、DVD をね、お客さんに。そう、それでお客さんが、なんか、犬の鳴き声入ってるの知ってますかって言われて、で、見直したら、ワーンって思いっきり入ってて、で、絶対ペットショップとか、近くの民家とかそんなんがない、オーギャットの学習センターのコード、ドン付きのところで、そういう犬の鳴き声なんか入るわけがない。でもし入ってたとしたら、そのお客さんとかが、ってなるレベルの音量で入ってたんですよ。俺も聞いたからね。ね。どうぞ。そう。なのに、階段を否定してくる。いや、僕はね、ほんまのやつもあると思います。でも毎年なんか、取れましたよ、みたいな。今年も取れましたよ、みたいな。なんでお前たちはその、なんか今年も取れましたよって言って、現れるんだと。量ちゃうねんから。量じゃないんですか？いや、でもその量みたいな感じで、なんか、なんで増えてんねんって僕もさ、増えてんねやったら、それなんか、多すぎますよね。多すぎるし。養殖してる人もいるんでしょ？そうなんですよ。だから養殖してる人たちに。養殖って微妙じゃないですか。本物であれば本物じゃないですか。まあまあ。マグロはマグロでしょ。まあ確かに。マグロはマグロですけど、やっぱり天然物を食べたり。天然物はなかなか取れないですよ。取れないです、はっきり言う。ただここでは天然物取れてますからね、1個。取れてますよ。どういうことですか？音声。ここに定点カメラ仕込んで、まあよくあるほら、寝てる間何か起こってないかやったんですよ。がっちり声入ってましたからね。マジっすか？これは有名なやつ結構出してるんで。なんていう、どれですかね？これ女の人の声なんですけど。もう寝てましたからね。だからあれしましょうよ。なんですか？都市が行くでイベントしてゲストでハクションさん呼んだんですよ。戦いましょうか、ちょっと。僕の階段で、ハクションさんのそのなんか歪んだ思考を言わすと。じゃあ僕は昔のテレビタックルの大月教授みたいな立場で会議派でいいんですか？会議派でいいです。でも会議派やけど僕ちょっと中途半端なのは犬の魂のみあり。そこがな。犬の魂だけいる。体験してるからな。犬の霊だけいる。いいじゃん、面白いスタンスでと思います。じゃあやりましょう。それちょっとやりたいですね。お客さんにも来て楽しんでもらえるような、ハクションさんがギャフンというような階段を持ってきていただいて。で、ハクションさんは階段やらないんで、もちろんコントやってくださいね。なんで、最後に、いいですけど、パピちゃんのやつは見てもらいましょう。でも全員グードン出ないじゃないですか。パピちゃんのやつはね。あれはマジすごいですからね。いや、ハクションさんイベント出てくれるんやったらコントしないと意味ないですもん。で、両方立てでいきましょう。どっちがエンターテインメントとして優れてるかやりましょうか。俺のコントだけ浮くというか、昔のスーパージョッキーってたけさんがやってたやつのアイドル歌うとこみたいな。アウェーですからね。なんかすごい俺のやつだけ。アウェーで。なんかすごい浮く。なんか。いや、でも頑張れとか言ったら俺やめますよ。コントやってる途中に。頑張れ。それありにしましょう。いやでも都市が行くのファンの人もちょっとファンになってほしいですもんね。そうなってほしい。ただ今までのこの20分ぐらいは全員的になってるから、一旦全員的にしといて、そこから味方にしていく。違うんですよ。皆さん、ハクションさんはね、コントだけなんで。それフォローになってる全然関係ない話していいですか？僕ドッジボールっていう小学校の時無理やりやらされたやつ。ドッジボールっていう。僕みたいな運動神経悪い人間がしたらボールを当てられるっていうオフィシャル暴力をなんか学校側が容認してやらされるわけですよ。ほんで
変にチーム制取ってるから、普段頭悪くて、授業中騒いで、なんか迷惑かけてるやつが、なんか急にカースト上位になって、おいーとか、中西と同じチームかよ、みたいな、なんか言われて、そのカースト入れ替わって、で、ずっとそのドッジボールの世界が社会に出てからも、社会はドッジボールだからな、みたいな。なんてやったら俺納得しますよ。社会に出たら、急に社会どころか中学生ぐらいからドッジボール誰もせんくなって。小学校のみですよね。のみでやってて、勉強せなあかんってなってて、で、その小学校の時に俺にボールをぶつけて生きてたやつは、なんか急に自分がカースト下になっていくじゃないですか。勉強できへんバカだからね。で、そのバカが、できへんくなったから、不良に走るわけでしょ。お前らが変にドッジボールで成功体験を作って、何の役にも立ってないクソ野郎がなるわけじゃない。で、もともとサッカーとか野球とかね、もうちょっとこう、頭も使う部分もあるよっていう配分があるけど、ドッジボールってほんまにネアンデルタール人がやるようなやつを、ホモサピエンスがやってるわけじゃないですか。だから、俺もあんなもん納得いかないんですよ。ドッジボール？そうそう。そういうのももう怒っていかんとって言うて、僕ツイッターで言うたら、ほんまになんか体育教師とかからっていう。嘘でしょ？来ましたよ、長文で。あれ、俺は。ドッジボールに対して。そうそうそう。もう半分俺、シャレでね、クソみそに言うてんのおもろいなと。ネアンデルタール人がやるスポーツやってるから、そんな大人が本気で思わないじゃないですか。多少は思ってますよ。運動神経悪い人間の叫びみたいなのもちょっと聞いてねを誇張してやってたら、こんなスポーツの素晴らしさを認めない大人が、謝罪して訂正してくださいみたいな。一件だけじゃないですよ。すごいですね。なんでその人たちはハクションさんのツイート見てるんですか？いや、だからバズったんですよ、それが。バズったんですね。それがちょっと、ドッジボールに両親に殺されたんか、こいつは、みたいな。みんながこうコメントで面白がって。ボールで殺された。そうなんですよ。それで、ちょっとバズってしまったから、普段僕のことを知らん人が。まあバズったらアンチが来ますね。バズって。で、しかもアンチが結構賢そうな、ほんまに教育熱心な、ガチで怒るみたいな。ドッジボールってスポーツなんですか？あるんじゃないですか、もしかしたら。そっか、協会とかあるか。確かに僕も思ってもないけど、ほんまにクソみそに言ったんですよ。ドッジボールやってるやつは。でもね、ハグチョウさん、なんかね、どっかの国のドッジボールは、主役が外野なんですよね。中じゃないんですよ。外野の方が喜ばれるんですか？外野ってでも当たった後行くでしょ？なんか、だからその辺のルールもちょっとちゃうんですよ。ああ、なるほど。外野がメインなんですよ。だから、なんか逃げ回るっていうのが、多分そうなんですよ。ドッジボールやります？ドッジボールね。嫌いや言うてるのに。ドッジボールやりましたよ。おチューンでやりましたよ。おチューンでやりましたね。竹内さん倒れそうになってましたよ。竹内さんもだってあの時でも還暦過ぎてましたからね。それはしんどいでしょ。どんだけ元気な。ドッジボールチームみたいなのあるんじゃないですか？あると思います、それは。そこに文句言いに行きましょうか。文句というか素晴らしさを教えてもらい。そうですね。で、僕もちゃんと謝りたい気持ちもあります。謝りたいですね。やっぱりちょっと言い過ぎたな。シャレですからね。そう。シャレとはいえでも。中身うんぬんっていうよりは。いや、やっぱ、だって、ドッジボールを愛してる人からしたら、そうですね。それはね、そうですね。けど誰が言ってるかによってその内容って意味変わってくるじゃないですか、はっきり言って。芸人さんが言ってることにそんな目くじら立てて、怒ること自体、ドッジボール精神にのっとってないんじゃないですか。ドッジボール精神ドッジボール精神に。受け止めると思うんですよ。バシッて。ドッジボールみたいに。それだけに。それは落としてますよね。そうですね。じゃあ、そいつが悪い。そっちがドッジボールでもう外野。じゃあ、そいつが悪いわ。当たってますわ。アウトですわ。そうですね。だからまあ僕も謝るべきポイントが見つかったら謝りますし。そのドッジボールの呪いで指そうなってたんちゃいます。ほんまやでこれ。それドッジボールでやるやつ。それ。っていうか、いや、知っててそのふりしたんですかね。これ学童で、ドッジボール鬼ごってわかります？ドッジボール鬼ごっこ。合体してるんですか？鬼がボール持って走ってぶつけられたやつが次鬼なんですよ。ほんで僕なんか学童保育のバイトしてて、先生というか、でその指導員のバイトしてて、最終日大阪から東京来るから、もうこれでさよならですねっていう時に子供たちが普段僕のこと意味嫌ってたんですけど嫌われてんのかい？嫌われてたんですけど、最終日は
また最終日って子供たちになんかあれじゃん、アニメでも最終回だけやつになるやつおるじゃないですか。なんか、あんたには負けたわ、みたいな。いじめてたのに、最終回だけやつになるみたいなやつが全員最終回いいやつになって、で僕の取り合いみたいになったの。最終回だけ。ほんで僕、ずっと走らされて、野球やったり、鬼ごっこやったり、ドッジボール鬼ごの時にもう休ませてくれって言ったらダメだって言って。で、もう僕、ほんまに足がもつれるっていう表現をバカにしてたんですよ。もつれるって何やねん、大げさに言うな、みたいな。ほんまになんか神戸市のマークみたいな足こんなって、あれって、これがもつれるかシャネルに似てるけど。これ、シャネルみたいになって、ビヨーンってこけて、で、激痛が走って、ドッジボール鬼子なんですよ。ドッジボールでやられてるやん。そうなんですよ。やっぱドッジボールを批判したから。そう、生き量みたいなの飛ばさないでほしい。バズってるから。ほんまや。いや、やばいじゃないですか。なんか俺一連の流れで全部じゃあ認めますわ。ドッジボールも素晴らしいし、階段も素晴らしいです。そうそう。もうこれ以上僕にバッチを当てないでください。ドッジボール階段できたじゃないですか。これ以上僕にバッチを当てないでください。謝り行きましょう。ドッジボールのお墓まで。そんなどこにあんねん、どこにあんねん。ドッジボールまだやってるんですよ。埋まってんです、ドッジボールが。ドッジボールが？はい。それを僕掘り返します掘り返して。余計バッチは後ろに。呪物やん、それ。呪物探しましょう、ドッジボールの墓。わかりました。いや、わかりました。やらへんです。何の話でしたっていうような。でもそれはやりましょう。年がいくで。ちょっとハクチョンさんの面白さを広める。なんで、まあ、これ年がいくでもいいんですけど、その前言ってたラジオをやりたいなと思ってて。ラジオメディアをね。今日ラジオの練習なんですよ。そうなんです。初めて聞いた。僕はそれを持って今みたいな振りをやってたんですよ。これでちょうど30分なんで、30分くらいのラジオこれでできるんですよ。もうこれで確信しました。できる。でもこう切るんでしょ、僕が熱弁してた階段に適応。なんかありました？なかったです。何もなかった。ゴジラの話してました。そうだからちょっとこれを本格的にやりたいなと思ってて、やりましょう。いつかやりましょう。なんでこれちょっと6月ぐらいからやりましょう。そうっすよ。せっかく東京でできてるんですからね、2人とも。わかりました。月1月1できれば。もう皆さん忙しいんで。そう、高中さんが一番忙しいですよ。僕はもうそんなもん。ちょっとダラダラしてるから。僕が多分合わせますんで。じゃあ今日はこの辺でどれくらい使われてるかは見てのお楽しみにで。はい、わかりました。ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。家まで来ていただいて、そしたら皆さんまた会いましょうか。皆さん、年がゆくチャンネル登録お願いします。お願いします。